皆さんこんにちは、千代です。今回はアレさんの過去の通学ルーティンを再現しながら母校の大学を紹介していきたいと思います。向こうも行けんな。2人掛けの席に座ってて、昔の電車にテーブルもついてたね。向かいの席にこうテーブルを下ろす式のやつがあったけど、もうないね。新しくなったかなくなってるのかな、もしかしたら。グレードダウンしたけど。はい、出ましょう。いつもこんな感じで人多かったの？当時は。まあ学生が多いね。朝ベネチアに来るためにこの道を取らないといけないから必ずここでいつも混み合ってた。まずは朝ごはん。まず朝ごはん？もちろん優雅な学生だったんだね。だってすぐ学校に行かなくて。ちょっと早めに来てた。こんな綺麗なさ、出口から電車出てたの。そうよ。うざっ。もう超羨ましすぎる。だってこれ出てこれだよ。もうどんだけおしゃれな学生なの。まあの時何とも思わなかったけど。なんとか思ってほしいよ。好きだと思これってたけどね。いや、そりゃ好きだと思うでしょ。羨ましいわ、あれちゃん。まずはポンテデギスカルチという橋を取ってた。駅前の橋だって。もう悔しいくらいムカつくけどおしゃれだね。水上バスで通う人もいるね。優雅だね。もう金かかるわ、あんなことしてたら。どうも、心の声担当です。いやー、お恥ずかしながら嫉妬心むき出しでございました。加えてもっとね、羨ましい点がございまして、イタリアの大学の学費は家族構成や世帯収入、大学の規模感なんかいろんな要素を考慮して決められるそうで、アレさんは当時年間15万円で通っていたそうです。15万円ですよ。噛んじゃった今。日本の大学出身者からしたらもう破格ですよ。もうね、何百万と払った身としては、もうこんなね、パーフェクトな環境に恵まれたアレさんに小言の100個でもね、言いたくなるくらいです。もうこれは完全に当てつけでございます。チャオ。ごめんね、変なとこ取っちゃってということで、アレさんの朝ごはんのルーティン場所に来ました。学生時代のね。そうだよ。やってるといいけど。ここですか？トノロ。やってない。ノー。やってない。代わりにここに来ました。ここはまあいいや。チェーンだけど美味しいよ。ベネチアの。ママよく食べてたの？ここで。よく使ってた。見て、クロワッサン超美味しそうだよ。うまいよ。すごいね。たまにランチもここで食べてた。ピザも美味しい。いいね。行こう行こマンゴー、チョコ、ピスタチオとリコッタ羊の牛乳でできたクリーム。う。一人で朝ごはん食べに来てたの？クロワッサン食べてたけどね、よく安いから。はい、ということで来ました。アレさんの大学です。こちらウニベルチタ・カフォスカリです。はい。何学部だったの？俺はファコルタディリンゴア・レッテラトゥラ・ジャポネーゼだった。日本語文学と日本語を勉強する学科かな。そう。ここには通ってたの？ここは通ってなかった。ジムだけだね。あとはまあ卒業論文の口頭諮問とか卒業式、なるほどね。ここで行われてただけ。ここでね。中にはめっちゃ綺麗だけど今日日曜日で閉まってる。入れないんだ。ちょっと中映しますか。余談ですが、イタリアの大学は3年間の学部と2年の修士の組み合わせになっているそうで、多くの学生が合計で5年間通って修士号を取得して卒業するようです。
もちろん3年でね卒業する人もいるみたいなんですけども、履歴書的にはあんまり有利にならないとかで、結構ね修士号を持ってる方がねゴロゴロイタリアにはいるみたいです。私もこれ初めて聞いた時驚きました。で、ここは別館でいつも日本史と日本美術史の授業を受けてた。ここでね、今はもう大学じゃないと思うよ。でかいな、ここも随分。なんか建物売られた気がする。なんかね、もう機能してる感じに見えないね。ここで聖徳太子の存在を初めて知った。何歳の時に？わかんない。19歳。続いては次に授業を受けてた校舎に向かいます。何個かね校舎があるんだよね。3個かな。カポスカリーナ本屋もあるよ。ここは日本文学の専門店です。最近翻訳した本もここで売られてるよ。あれが翻訳した本で。でも見せられない。信じてもらうしかない。教科書も売ってるし、日本語能力検定試験の資料も直輸入して、ここで学生に売ってるよ。絶対通い詰めてたでしょ。あれ毎日行ってた。コンマニアだから。ここも懐かしいよ。初日はもう迷子になって授業に30分ぐらい遅れた。19歳の時？そう。でもここ取れなくなった。ここ通れてたの昔？通れてた、ここからね。いや変わるね。数年で、数十年か。じゃああっちから行こう。で迷子同士の2人に会った時友達になったの？友達になったし、なんでこんなに複雑な通路になってるんだろうとすごい文句言ってた。初々しい青春時代ですね、これが。いいね。懐かしいよ。戻りたいですか、あの頃に？いや、戻りたくない。戻りたくはないのか。戻りたくない。だって日本語できなかったもん。そうね、俺とも出会えてなかったかもね。通れる？やばい、もう道が変わりすぎて、あれもう通学できないよ。ここから通れない。サンタマルタキャンパスですね。2校目の校舎かな。めっちゃ変わった。床も変わったし。こんなに近未来化してたの、ここ？全然。ドアも普通の木製の古いボロ屋の扉があったよ。すごい。大学って感じするね。見て、ジムとかついてるよ。なんだこれ。おしゃれになったんだ。受付とかある。面白いね。どこ？ここは日本語の多くのクラス受けてた。ここで？そう。ここから入ってた。結構広いね。広いよ。ここがメインの本館みたいな感じなのかな？いや、ここはオフィスだね。事務局みたいな。科学の教室は全部この辺りに並んでる。なかったよ。寮ができたんだよ、ここに。寮だね。あれさ、もう年取ったってことじゃん。ここはブランコがついてる庭があってで、なんかタイムトラベルして帰ってきた人みたいになってる。マジでね。はい、大学から出てきたらなんとこれね、すごい空港の近くみたいなところになったけど、カナルグランデの入り口だね。ベネツィアを全部通る大きな運河の入り口。ここからまた第3の校舎に向かうのかな。オッケー、行こうか。ここも、日本語のクラス。この倉庫でやってたの？そう、教室がいっぱい入ってるね。教室入ってるんだ。そう、入ってるよ。ほら、番号振っってるもんね。Wi-Fi のさ、電波悪そうじゃない？超悪かった。ね、絶対そうでしょ。超おしゃれだよ。超おしゃれ。入ってみる？入ってみようか。中には入れない気がするけど、ここでイタリアで能力試験も受けられる。日本語能力検定試験ね。M6、0.2、M6、0.4。あれ、0.3は？向こうか。出るけどあんまり見えないね。
まあ中に入ったらこういう階段で自分の教室まで行って、なるほど。教室の雰囲気を見せなかった。なんかちょっとニューヨークみたいなところに来たよ。確かに。なんか警察の車とかあるし、しかも車取れるよここ。超ニューヨークっぽい。ニューヨークにお住まいの皆様、こちらニューヨークでございます。いいね。ここでよく涼んでた。はい、一応大学あれの行ってたところ3つは終わったんですけども、これからね、音楽学校だよね、あれが通ってたに行きます、はい、そこもちょっと紹介します。3年生まで通ってた？何弾いてたの？ビオラダガンバ。ああ、いつかそういう動画も撮ってもいいよね。恥ずかしいけどもう音楽学校はこの綺麗な建物の向こうにある。じゃあ行こうか。でたまに授業と授業の間にあったね、大学の日本語の授業と3年生まで通ってたから、例えば朝授業あって、うん、大学のね、うん、で昼時間に音楽学校の授業があって、うん、でまあ家に帰る前にまた日本語の授業があったから。到着。どれですか？白い建物、ベネデット・マルチェッロ学校。ベネデット・マレデット？ベネデット・マルチェッロ。あ、ベネデットマルチェッロ学校。ベネデット・マレデットってやばいね。でかっ。一番奥にある窓見える？丸い窓の下？そうそう、そこにオーガンパイプの授業あった。へえ、なんか声が響くね。お、すごい。そんなお茶目なことするタイプだっけ？いや、四国の高知に行くためにやめた。高知、罪深いぞ。超汚くなってるね。ね。ちょっと掃除してほしいけど。はい、今回は私の母校の紹介動画でした。懐かしかったね。ちょっと懐かしかったかな。だってもう十何年も前でしょ。で、いろいろ変わってたよね。全部変わったから、もうあと10年待ったら多分わからないぐらいね。ね、違うかもね。そう。むしろドイツ人がめっちゃ多かったから、ドイツ語学科に入学したくなった。あ、今更？そう。また。ということ、本当はね、中とかいろいろ見せたかったんですけど、まあもう学生じゃなくてね、閉まってるから見せられなかったので、しかも日曜日だね今日。まあ、はい、ベネチア来る機会があれば、アレさんの母校興味があれば行ってみてください。見どころじゃないかもしれないけど、はい、ではぜひ皆様またお会いしましょう。じゃあね。